はい、こんにちは。焼肉奉行霧島の稲垣です。今回はですね、焼肉店そんなに甘くないというお話の動画をさせていただきたいと思います。今日もよろしくお願いします。今回今、学びに来ていただいている渡辺君、ちょうど3ヶ月に経ちまして、最初に戻った時とこの3ヶ月後、ちょっとどう思うかなっていう聞きたい話もありまして。で僕の思いとかその話も後で、今回はとりあえず最初にこの3ヶ月経った渡辺君今どう思っとるかな、素直にそのまま最初の印象はお肉を出しとけばお客さんが焼いてくれるんでその間に自分がドリンクを提供すればワンオペでもできるのかなっていう感覚で最初三重には来ましたけど、実際やってみて、ちょっと一人じゃ無理かなと。同じタイミングやしな。そうなんですね。来るタイミングもそうやし、飲みたいタイミングもそうやし、言ったら前も話したけど5時から6時まではノーゲストで、6時になったらいっぺんにうわーっていうその頭の回転の切り替えも大切やし、できれば15、6人入るようにはしたいんですけれども、無理なら12、3、4人ぐらいで今設計してますね。カウンターから全部提供できればワンオペでもできるのかなっていう考えではいました。あともう一つはカウンターやとそのお客さんとの接点が近いから、もし最初オープンした時また特に大変やと思うんだけど、やっぱり知って見える人が来るから喋らなあかんやんか。こんにちは、一つありがとう、どうやこうやその相手の知ってる人もどうやこうやあれやなって喋ってる時にこっちですいませんすいませんってなる場合もあるしな。その一人は最初はやっぱり無理やと。よけ入れようっていうつもりじゃないけど自分入れて2人が今の時は2人でもいいけど3人はいるかなって僕は思うけどな。もう一つ、言うたらもう一人4人、アルバイトは3人で自分入れて4人っていう体制をとっていった方がアルバイトの子も休めるし。仕込みですか。野菜の仕込みが傷みが暖かいと早いのでそこが大変ですね。そうね、夏場は本当に特に困る野菜で、お盆中はスーパーも売ってないもん本当に。今年売っとったもんでしいたけとしいたけ、かいわれ、きゅうり、トマトぐらいやな。あとはあんまりレタスはええのがあった時にパッと山盛り買うたで助かったけど、でも基本産地はないで、人参もごぼうやったね大根もええ大根なかったしな。もう夏場はそれに大変や。サラダ出してない。その時期のもので作っていければって思ってます。夏場はないもん時期のものってな。肉の部分のウエイトを減らしてその前後の料理を増やしたいなとは考えています。で大変やろ。で飲み物も増やしていくと、その月の月末に全部なくなったら、なくなるんやったらお金として残ってくるけど、なくならんかったら次に繰り越されるから、支払いが先になって在庫が山ほどあるって。飲み物も増やすのも僕はええとは思うけど、やっぱりある程度決めていった方がいいな。お金に余裕があんねんたらいろんなワインとか置いたらまたかっこはええと思うけど、やっぱりもうあれも趣味の世界やな。全部が上手に回っていかんとうまいこといかへん。であとは飲み物で利益率を取っていこうっていうのもやり方次第やと思うんやけど、やっぱり飲み物は腐らんでいいけどお肉は腐ってしまうから、お肉のそのバランスっていうのね。で数が種類を少なくすればするたで別に全然それはええと思うけど、やっぱり中にはそのこういうの食べたいああいうの食べたいっていう人もおるから、全部は効かんでええと思うけど、カルビ、ロース、タン、ハラミが今主流でそんだけあれはええかなと思うかもしれへんけど、やっぱり変わり種もたまにちょこちょこ置いていくのもいいかなと思う。でそれが美味しかってまたあれないのっていう人が増えてきたらメニューに寄せたらええかなって僕は思う。うちもそういうやり方でやってるけどね。せやけど
この商品とこの商品を一緒に出した時にこの商品こっちばっかが出るっていうのもある、今までこっちばっか出とったのになんでやろっていうのもある、だからこれとこれを並べた時やったらこっちが勝つんやなみたいなのもある。それは自分のそのお店にもよるし季節にもよるし、であと絶対今からしやなあかんのは冬の食材を9月から売っていくような感じでそぶりを見せていく。別にせんでもいい。例えで言うたらもつ鍋がそうやな、もうもつ鍋というおすすめボードでも出しといて、10月何日から始まりますとか、そういうそぶりもええと思う、そうすると食べてみたいな。であともう一つは自分がオープンする時が夏にオープンするのかその9月にオープンするのかでもメニュー作りは違うと思う、一軍さんのメニューは普通にメニュー載せるかもつ鍋とかはもうサイドメニューでええから、おすすめボードでええでさ、できればコース1本みたいのができれば一番いいんですけど、多分その意見が返ってくるってことですよね今。それ言うたらええと思う。コースどうですかって、でも僕が思うにはこれも僕も最初の頃アルバイトの子にも言われてんけどね、私個人的には美味しいもんをちょこちょこっとたくさん食べたいっていう、僕もそうなんですけどそれを今やっとんのが四角いこういう木箱で皿を6個か9個ぐらい並べて一つの森みたいな、もういっぺんに出すってことですか。そういうふうにやっとるインスタとかでもよう上がっとる店がある。でもあれもええからかっこええと思う。木のマスみたいなんであって、こうパッと持っていってでそこに名前が書いてあって、それええと思う。せやけど、説明書きもつけといた方がええと思う。そうするとちょっと単価取れるじゃないけど、こうやって食べてこうやって焼いた方が美味しいんやなっていう。であとはそういう2切れの何通りかの種類のパターンと、あとはこんなちょっとした盛り合わせ、来てもらったらそれをお頼みくださいっていうのも別にええと思う。そうしやんとやっぱりうちらもそうねんけど同時に6時に来られた人たちが同時に座って同時に飲み物頼んでオーダーがバーンってきました。そしてその飲み物がつくまでのこの何分間がお客さん選んどる時間帯が、あれが僕ら勝負みたいなとこがあってそれがこっちの人は4人やからパッと早くバーンと注文が来てくれて、こっちの人10人の人が2テーブルでババーンって来た時の同じやったらめちゃめちゃ大変やと思う。なぜ大変かっていうと10人の人のとこやったら結局はその10名さんでもちょっと遅なるっていうのは分かってみると思うんですよ。でこっちの2名さん4名さんのやつやとまず単勝1人前は頼むと思うんですよ。けどその単勝を頼んでパッと出して次のこっちの10人さん作っとるまたできてない間でこの2人の人単勝1人前なんかすぐ食べてしまうもん。ほんと10人の人をこう作った時にその作っとる側の子がその2人の人を意識してなかったら10人出たでええわこっちがまたできてないわっていうのあるから、現実に言うたら2人4人を先に急がなあかんのっていうの。でこっちの10人さんとかがキムチの盛り合わせやったりサラダやったりナムルやったりもし頼んでもらえるとめちゃめちゃ嬉しい俺は時間稼ぎができるから。だからそういう面でも最初のこれとこれを取ってほしいっていうのを極端にはキムチの盛り合わせナムルの盛り合わせちょっとの僕が準備できるまでの間のつまみとして、そういうサイドメニューも作るのも僕ええかな。カウンターだもんで提供が見れるわけじゃないですか。なのでさばくのを見せるのがいいのか。それはやっぱりその時によると思う。もうやっていくとだんだんと分かってくると思うんやけど、この日自分もデータ作っていかなあかんけどこの日っていうのを忙しいっていうデータを作っていくともうだんだん分かってくる。でも最初の3年間はそれを作るのがめちゃめちゃ大変。だけど忙しい時はやっぱり待ってくれるお客さんも作っていかんと、うちに今来てくれとるお客さんみんなそういうお客さん大体。せやけど急ぐけどなめっちゃ急ぐ、めちゃめちゃ急ぐ。失礼があったらあかんと思って。であと困るのが友達が来た時に友達やで後でええと思うやんかそれが大変なことになる。もう
後でと思っとったら結局その友達も言えへんもんで、また来るわってなってしまう場合がある。僕も最初そうやった。まあコンサル事業を興味持っていただいて、どんなんかなって問い合わせが来るんですけど、そんに甘くない。本当に一概にうちのが一番偉いっていうつもりはないけど、欲しいどこだけのお肉を売ってくれる業者さんも今はないことはないけど、無茶な値段言うてくるどこが多いかな。それとうちもそうねんけど、タンハラミの問い合わせがむちゃくちゃ多い。そら僕らでもそうやけど、タンハラミ結構量入ってくるけど、それなりに肉僕らも買うてるもん。やっぱりお互いの相手、助け合いじゃないけどさ、頭ごなしにあれ持ってこいこれ持ってこい、これ買うたれやないかっていう人の方にはいい話はまず来ないと思う、僕はね。株式会社稲垣では飲食店向けの卸販売と他では教えてくれない仕入れやお店作りのアドバイスをさせていただいております。 LINE 公式アカウントで登録していただくとサービスの内容がご覧いただけますので、この機会にぜひお友達追加の方をよろしくお願いします。お米の時間ですかね。お米の時間。3時半。まだ違いました。仕事行く時間でした。